Yeah, I'm taking niggas lunch money. Too bad, I was fucking hungry. Nothing but eat MC'd for lunch. Everybody gotta eat, right, y'all? It's the food, baby. AKs, ARs, AR, duck. That's what mama said when we was eating that free lunch. 飯はなるべく一緒に食うスコア These are the Lunchtime. breaks. WRBP ウェブランチタイムブレイク、本日も始まりましたジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷宇田川ベースから生放送でお届けいたしております。ただいま渋谷区はまあ晴れてるんですかね。ちょっと風が強いという風には書いてますが、見た感じ全然風が吹いてない。はい、現在気温31度、最高気温31度ということでこのままいきますが、なんか12時何これマジ 90% 雨みたいな風に一瞬なってるな。ちょっとだけ降るんですかね、これからね、もしかしたら。そのまま行きまして、1時にはまた、雨が止む感じになってますけど、3時に30度、5時に29度、6時に28度、7時に27度、10時に26度、深夜1時に25度という感じの予報ですかね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。俺は昨日はですね、うちの長女が明日から海外にね留学する、1年間留学するんですよ。ということで昨日は、まあ行ってらっしゃいご飯みたいなやつをちょっと行きましてですね、いくらキャンティに行ったんですけれど、オーナー来ましてですね、お前もうマジ勝手にああいうのやるからって言われて、キャンティ風バジリコでございますね。はい、いやだけどもうあんなのいっぱいだってネットに出てねーなんつってはははっつってやってましたけれども、はい。で昨日はその本物食うぞということで本物食わせていただきましたけど、やっぱうまいですね。まあ俺がやってるのはあくまで風なんでね、はい、もちろん一番うまいのはあそこ行かないと食えませんよってことでございますけれども、はい、そんな感じでそこで飯食って、その後麻布台ヒルズで一杯だけ飲んでって感じかな。はい、なんかね息子たちも留学してたんですけどね、まあ息子と娘はちょっとあったわけが違うなっていうね、はい、そういうのありますでございます。大丈夫かなみたいな心配しちゃいますよね、やっぱね、女の子だからね。はい、こんな感じでそこのエリア、まあスペインなんですけど、スペインで、あんまり俺も知り合いいないしなと思っていたら、一人昔から、いろいろつながりのある先輩が今バルセロナでお蕎麦屋さんをやってるっていう情報をゲットしたんでね、Facebook メッセンジャーとかで実はって連絡したりとかして、はい、そんな感じでございます。今日のメニューを紹介しましょう。今日はゲストでオーメン44&シャドウザグレートが登場です。最新アルバムイヤーオブザドラゴンの制作裏話をがっちり聞かせていただきます。ホット3も、2人なんで2本立てということで、オーメンが、最近面白かった映画、そして、シャドウザグレートがなんだこれよっこらしょ最近見たライブ他でございますですね。はい、ということで番組の感想やメッセージはハッシュタグ WREP をつけて X の方でポストしてください。よろしくお願いします。はい、つうことでちょっと読んでみましょう。どうかな。よい。はい。こちみ、娘ちゃんの夏休みも残り2日、計算カードサボってたからやばいです。計算カード。はい、夏休み宿題っぽいですね。パンチラインゲラー、ジブさん皆さんウェイよ。一雨ごとに涼しくなっているような気がして秋の訪れを感じています。今日はエアコンなしで過ごしています。ほうほう。まあだいぶなんかね涼しくはなってきましたね。はい、かおりんこんにちは。曇ってる鳥取砂丘は少し気持ちよかったです。晴れすぎてると危険で、まあそりゃそうですね。なめ太郎、ジブさん皆さんウェイよウェイに。おとといの大雨の水がまだ引いていませぬ。また雨降るので警戒しますと。
あゆジブラさんリスナーの皆さんこんにちは。青森は雨の予報が出ていますが今のところは降ってなく、現在の気温は29度です。台風の進路もすごく気になり心配です。学ぶ昨日はスリーショットありがとうございました。その後ザキャップ行ったらイーライワンさんに会い帽子を買ってくれました。お前何やってんだ。さらにその後、原宿ら辺で増田社長にお会いしました。よろしくお伝えくださいとのことです。お前を通じて増田からよろしく来るのね。はい、他はマイミン、良平ニコ。はい、つうことで、今日のニュース紹介してみましょう。今日のニュースはどこ行ったかな。こちらですね、島根安来市出身のラッパースクリューさんボイスの自販機が登場とございます。ですね、なんだ、安来市ですね。はい、すいません。安来市出身のラッパースクリューさんと、安来節師範の女性の声が出る自動販売機がこのほど、安来節園芸館前に設置されたと、ラップと安来節の共演で観光地を盛り上げるとございます。お金を入れたりボタンを押したりするとスクリューさんが安来節班の、資格を持つ女性の声が流れる仕組みと。どっちかがかかるわけね。音声はそれぞれ6種類あり1種類が流れるそうです。スクリューさんはハートを見つけて幸せになろうとか安来じゃなくて安来だよなどのセリフ、が出てくるらしいですね。はいはいはい。こういう声出てくるやつとかって結構どこにでもあんのかな。あんまりこういうなんかサービスなさそうな印象ですけどね。はい、ぜひぜひ島根に行った場合は、スクリューの声聞いてみてください。はい、ということで、ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後は本日のゲストオーメン44とシャドウザグレートが登場です。8月16日リリースしたアルバム Year of the Dragon のことについていろいろ聞いていくので皆さんそのまま Stay tuned. These are the Lunchtime. breaks. These are the Lunchtime. breaks. WREP Rap Lunchtime Breaks Back Again ということでここで本日のゲストの登場です。今日のゲストはオーメン44 and Shadow the Great. Yeah, what up, Bowman 44? What's good, y'all? Shadow the Great representing Brooklyn, New York City in the building. はい、ありがとうございます。ということで、2人への、ね、メッセージとか質問をガンガン受け付けておりますのでハッシュタグ WREP をつけて X でポストしてください。つうことでですね、オーメンが、8月16日にアルバム Year of the Dragon リリースしたということでおめでとうございます。ありがとうございます。今日はその辺の話をいろいろと聞いていこうと思うんだけれども、はい、まずは活動遍歴からちょっと昔話からちょっといこうかなと思いますが、まずそもそも地元はどこだったんだっけ？僕は10代の時に日本にいっぺん戻ってきて、アメリカそれまで住んでて、ダラスにそれで、そこから日本に10代の頃に、日本にいたっていう感じなんですよね。なので地元って言われるとちょっとまあいろいろあちこち、あちこち動いてる感じがあって。ダラスはもう生まれた時からダラスだったの？生まれたんは日本で生まれてすぐアトランタに行ったんですかね、親父の仕事の関係で。それでアトランタでナッシュビルも行って、そこからダラスが長かったんですよ、子供の頃は。それで10代の時にこっちにいっぺん戻ってきて、その時にまあなんかヒップホップはだから逆に日本で知りましたよ。あ、本当。そうだった。それまでまあ MTV とかでランディ MC とか見たりはしたんですけど、そこまでこうやっぱりまだちっちゃかったんですよ。じゃあ日本帰ってきて、でそこで活動もなんかスタートしたみたいな感じ？そうですね。僕ね、ちょっと何年かまでは覚えてないんですけど、やっぱり最初僕日本語ラップ聞いたのが実はデラソウルのバブルーンステイトオブマインドっていうアルバムがあったんですけど、そこにカンちゃんとスチャダラパーがのアルバムにスチャダラパーが入ってて、それ聞いたのが初めての日本語ラップやったんですよ。それでちょっと影響を受けて、その後ぐらいですね、ちょうど始めたの。まあどうだろうな、こっちではじゃあ向こうでそれを聞いて、で帰ってきていろいろちょっとチェックしてみたいな、そういう流れがあったって感じ？流れ
やっぱりねうちの親父がそれで、それでももうずっとアメリカに住んでるんですけど、やっぱりたまに帰ってきてくれると CD だけ買ってきてくれるんですよね、親父のお土産として、でそっからヒップホップいろいろ聞くようになりましたね。その親父ももう全くランダムに掴んでくるだけやから、いっぺんそれでジザのアルバム買ってきて、で俺それを聞いてて、Yo, my father was a great samurai warrior, shogun warrior かなんかそんなん言ってて、何を言うてるんやこれはから結構やっぱり興味持ってったっていうのはめっちゃ大きかったですよね。まあウータンはねそういうのいっぱいねネタ入ってたからね。そっかそっか。それで活動の拠点をニューヨークに移したのが2000年代。99年2000年ぐらいちょうどね9/11が9/11は僕テキサスで見てて、その後ぐらいにニューヨークに移ったんですよ。じゃあ2001年とかそうですね、それぐらいです。そうだよね。どうだろう、向こうでニューヨークではどんな感じの活動をしてきた感じ？いややっぱりまあいろいろこうマイク持たせてもらったり、DJ も何回かしたりしてて、なかなかやっぱりアジア人特に日本人でこのシーンに入っていくのが難しかったんで、やっぱりね自分らでイベントもやったりしてて、それでまあそれこそデブラージさんが亡くなりはった後にブッダ読んでイベントやらせてもらったりとかもさせてもらったり、この間もファンドレイズのイベントをしてグラフィティで有名なシロちゃんっておるんですけど、その子に出てもらってライブグラフィティやってもらって T シャツとかも作って、それでラージプロ、イーブル D みんな出てもらって、それでまあちょっと募金集めてそれまた送らせてもらったんですけど、4月1日のために。そうかそうか。なんかね、それこそ今話が出たブッダの面々もそうだと思うし、スタティックセレクターとかね、シズラとかもう AG だったりもうスミフもうとにかくいろいろなみんなとコラボしてるじゃないですか。その辺の話ってどういう風に始まってったの？これ面白いエピソードがあって、俺クレイグ G と一番最初にクレイグ G が仲いいんですよめっちゃ。それでクレイグ G と仲良くなった理由が一番最初にマーリー・マールのが回してるってトカトゥーズデーっていうイベントあったの覚えてますよね。もちろんもちろん。あそこに行ってて、マーリー・マールが回すっていうので行ってクレイグ G がいてそこにでクレイグ G が僕に話しかけてくれて、お前何かやってるんかって言われて、いやラップやってるんやって、で俺はその時クレイグ G じゃなくて俺マーリー・マールやって思い込んでたんですよ。クレイグ G をね。それでうわ俺マーリー・マールに喋りかけられたし、なんなんマーリー・マールと曲ができるのってちょっとなって思って俺それで翌日ぐらいに電話かかってきた時に、じゃあお前何バース必要なんやとかって向こうが言ってきて、バースマーリー・マールってラップしたっけってなって俺そっからそれでちょっとでもそういうのがあってちょっと仲良くなって、それクレイグ G がいろんなそれこそラージプロフェッサーポール紹介してもらったり、もういろんな人どんどんつなげてくれてって、そこからいろいろ広がってってっていう感じです。そうかそうかそうか。どうだろう、これ作品をねプラグインターナショナル、これはレーベルなのかな。これはオーメンのレーベルってこと？そうですね。これはなんかこういうレーベルとして始めたきっかけとかってあったりするもの？いやこれねすごい僕いつも言いたいんですけど、プラグって言葉がちょっと俗語でこれ大丈夫なんですかね、放送の時にこういうこと言うと。全然大丈夫。俗語でちょっとドラッグ絡みじゃなくてそういうそういうのをつなげる人っていうイメージの言葉になったんですけど、それになる前から僕一応そのThe Plug Internationalっていうのをちょっと黒人の子と喋ってて、そんなんがいいん違うかって言われた時にパッと思いついて、それでそういうのにしたんですよ。だから後々その言葉になってったっていうのが。You're the plug。You're the plug。間違いない間違いない。シャドウ・ザ・グレートとはどういう風に出会ったの？ How did you guys meet each other? So through family, man. No, it was Chelsea Reject that actually introduced you. Introduced me to you, at the beginning, and you got on that show with Buddha Band and them at the beginning. Oh yeah, right. You remember that, right? Yeah. So how long you guys known each other for? It's been a while, right? I want to say like probably 7 years now. 7 years? Yeah. Oh, for real? Yeah.
Nah, for real. I'm getting old, man. 2人はチェルシー・リジェクトの紹介で、7年前ぐらいにあったかなっていう感じなんだね。どうだろう、こう出会ってからそのオーメン的にはこういろいろ一緒にやっていこうみたいな話になったって感じ？結構。いや本人がやっぱり結構昔、チームバックパックっていう YouTube で結構向こうでバズったやつがあってそこで結構ローフミュージックっていうグループでやっててそれで4人組でやっててそのリーダーみたいな感じでやってて結構そっちが主流やって僕もこっちの日本に連れてきたりもしててそういうつながりもあってずっと僕は向こうでイベントやる時とかも全部出てもらったりしててそれで徐々ねHe's my family here. Yeah. そんな感じだよね。So you're from Brooklyn, right? Yes, sir. Brooklyn, New York, born and raised. Alright. So how old are you now? I'm 29. 29. Yeah, still super young. I'm 53, y'all. What? Yeah. 35? まあでもね、そうか、ブルックリン出身で今29歳ということですけれども What was the most like influence you got like when you were like growing up, like listening to music and stuff like? Man, like artists or? Yeah, artists maybe. I want to say Pete Rock and Common, Nas, Black Moon. Those are artists, groups, brothers that sparked something in my mind when I listened to their lyrics. Yeah. How old were you? Like 10. So, but that means like that's like 19 years ago, right? Yes. So it was a little bit like you kind of like went back. Yes. To the old school. Yeah. And in New York, you know that sound never goes away. Right. So most of the like your like friend from your schools and like everybody listen to those old school stuff? Yeah, actually, yeah. You know, we all freestyle in the park, rap battles. So, you know, we all go home and study the best lyricists. Okay. And, you know, I'll show, look who I found. My friends like, look who I found. Yeah. Trade records, trade CDs. Right. Trade lyrics. Gotcha. You know, and study. You know, it's all studying. 29歳ということなんですけども、全然やっぱりその 90s のもうもろヒップホップいっぱい聴いて育ってきたよってことで少しやっぱり、完全なリアルタイムっていうよりは少しこう昔のやつを聴いてたらしいんだけどもそのどんな感じなのって言ったらニューヨークはねああいうクラシックはもうどこにも行かないからもうみんなそういうの普通に聴いて育つよとやっぱ何が、リリシストなのかとかそういうのってのがあるからねっていうのはやっぱだからニューヨークならではですねそういうとこはね本当にね So when did you like start rapping? I want to say 9 years old. 9 years old. Yes. Okay. Brownsville, Brooklyn. That's when I wrote my first lyrics. You know, it wasn't that good, but yeah, of course. Okay, like you still remember one of them like words like lyrics and shit? No, you gonna do that to me right now? Alright, そして when did you like start like releasing your stuff? Probably 2014, 15, like 10 years ago. Okay. I've been releasing music for 10 years now. Okay, how did it start? YouTube. You know, high school. Making music, and then you know now since YouTube is available for the kids, we don't have to go through the major labels to get our voice heard. So we'll just link up with your friends, shoot your music video, put it on YouTube. Everyone in school will see it. Okay. どうやって曲をリリースしだしたかっていうと、だいたい今から10年ぐらい前にもうYouTube が一般的になってきてでそれもうそうするとレーベルを通さなくても自分たちの音楽が人に聴いてもらえるようになるってことで、曲作ってビデオを撮って、アップし始めたのが10年ぐらい前ということらしいでございますけどどうしようかなWhat do you think about Omen? This is What kind of question? This dude is What kind of guy to you? He is an influence. He's a good dude, good father, good brother. You
know, he's a leader, a role model. Yep. I learn a lot every time I'm around him. Word. I've been around the world with this man multiple times, and God willing, multiple more times. He's a good dude. This is a good man. Okay. So how is this your second time over here? Third time. Okay. 今ね、シャドウにとってオーメンはどんな人でしょうかという質問をしたんですけれども、もうベタ褒めでございますもういろいろと影響を受けたし、もう本当にいい親でもあるしみたいな、もういろんなとこ連れてってくれて、いろんなもの見せてくれて最高ですということらしいですけれどもね。So you've been here like a couple times. So how do you see the Japanese hip hop scene? I love it. You love it? I love it. Here in Japan, you guys embrace the culture so much more than in the States. Oh. And you preserve it more. Probably. And you get more love, you know, and everybody who does it, it's not just a fad. Like, this is part of their life. They grew up with this. Right. You know, so it's good to see something that's kind of forgotten about at times in America gets appreciated and loved across the world. Yeah, I mean, like back in the days, like when you know, like when people used to like buy vinyls a lot. Yeah. They used to call this like a fucking Disneyland. Oh. You know what I'm saying? Because you can like go out and, you know, like shop vinyl, shop clothing, and you never get hold up. You know what I'm saying? That's so crazy. it's like a Disneyland. So that's why all those like, you know, like old schoolers used to tell me that. Yeah. Like, you know, Nam and Deed and everybody was saying that. So, oh man, like we got so much shit to talk about. まずじゃあ Year of the Dragon アルバムの話ちょっといかなきゃいけないんですけれども、これ8月16日にリリースしたんだけども、いつ頃から制作を始めたの？もう 3,4 年前ぐらいからもう手つけてましたね。それでそうですね。今回のこうアルバムのコンセプトというか、こんな感じのアルバムにしようみたいなのって初めから何かあったりした？僕ね、やっぱりめちゃくちゃ時間かかったんですけど、やっとこう吹っ切れたっていうか、やっぱりニューヨークに行った理由がそのメッカのヒップホップやっていうのがあったから、そこにすげえ固執したわけじゃないですけど、やっぱりボンバップじゃないといけねえとか、そういうのがちょっとあったんですけど、なんかもうそれが振り切れて、いや日本人は日本の俺は知ってることやった方がいいなっていうのがすごい出てきて、それでやっぱり今回ドラムンベースのトラック2つとか、ちょっとハウスっぽいトラックを1つ入れたりとかっていうのは、やっぱりそれって僕のルーツの中にやっぱり DJ クラッシュさんがいたりするから、そういうアンビエントなもんすげえ好きだったから、それでやっぱりそういうのやりたいね。もう素直に俺、自分が好きなもん、自分がいいと思う出したいって普通に思ってやりましたね。まあとにかく今回メンツも半端じゃないじゃない？もうよくこんなにすげえメンツ集められるなって感じだと思うんだけれども、その辺はどうですか実際は？いや頑張りました。僕もめっちゃ頑張りました。いろんなこと言われて、いろんなややこしい人たちと絡みつつ、どうだろう。でもやっぱりさっき話にそれこそねシャドウが聞いてきたような、本当にこう90s、レート 80s その辺のヒップホップシーンを作ってきた、もうレジェンドたちがみんな参加してると思うんだけど、どう実際彼らとやってみた感じって？例えばこのアルバムに参加してもらうので初めて会った人とかもいたりする感じ？そうですね、そういう人もいたりして、でスミフンとかはすげえ仲良くしてもらってて、スティールとかもよう家に呼んでもらったりもしとって、で性格とかもみんな知ってるんですけど、どうすかね。でやっぱりスティールとかテックっていうのはもう長いこと知り合ってるんで、僕もやっぱりDay One People じゃないけど、やっぱりここには戻した方がいいな、やっぱり入ってもらわないとまずいなっていうのがあって、それラスティも僕もこっちに日本にいっぺん連れてきたアーティストやって、僕も彼とやったプロジェクトでブラックサンライズっていうのがあって、それに入ってもらってたりもしてて、だからやっぱりこの時間かかった分、なんかこう人間的につながれて、そういう意味でなんかこうそうですよね。なんかなんて言ったらいいんですかね。
人間性も含めてやっぱりでもリリカルやしやっぱりこのスタイルから僕が生まれたんやなっていうのはすごいやっぱり実感しましたよね、アルバム作ってみて。やっぱりなんだろうな、みんなはみんなそれぞれなんか長年やってる人たちっていうのは、そういう意味では自分たちの大切にしてるものをすごく大切にしてる感じがあるというか、ね。まあやっぱりこう言ったらちょっと生意気なんですけど、やっぱり僕最初はやっぱりニューヨーク行った時ニューヨークのラッパー以上になりたいっていうのがあったから、やっぱり最初やっぱりいろんなゲスト入れたりラップするんでも、こいつのラップに聞き映えが劣らないようなものを作りてっていうのがやっぱり最初にあったんですけど、やっぱりもうここまで来たらもういかにみんな引き出してもらえたらっていうのがやっぱりすげえありましたね。ちょっとね楽曲のことについて聞こうと思うんですけれども、カルチャープッシャー、楽曲がございます。これはどんな感じで出来上がってた？これブダン・モンキー君がトラックやってくれてて、それでシャドウ・ザ・グレートともう一人ラズ・フレスコっていう子にも入ってもらって、これはちょっとやっぱり若い子と今やっぱりちょっと僕も最近の音楽でグリゼルダとか結構聴いてたりするんですよね。であの辺やっぱりちょっとビートが遅いから、あれぐらいのビートでなんか作れる人と思った時にやっぱブダモンキー君がちょっと頭にバッて浮かんで、それで今ちょっと若くて今からこう勢いあるコーラやっぱり入れたいなと思って、それでやっぱりラズフレスコとかにしろやっぱり今ねDJ マグズとかとやったりクッキンソウルとかとやったりしてても全然すごい勢いある子やからなんかここでやっぱりそういう落とし込み方がしたかったなと。そういうことですね。はい、つうことでコメントいろいろ来てるんでちょっと見てみようかなと思いますけれども、英語と関西弁あゆお二人の仲の良さがこの曲にも伝わり素敵です。私が何気にランブレで日本語ラップ以外の曲を聴いたのは初めてかも。これが US のラップ。おお、こっちさあれなんだよ、ここのアベマに移ってからねなんていうのかな、まあ原版使用料とか原版権の問題がいろいろあって何でもかんでもかけられなくて、だから基本もういつももうほぼほぼ邦楽なのね。だからそういう意味ではねこういうタイミングでみんなにね US のヒップホップも聴かせられるのは嬉しいことです。学ぶこちらのレコード CD 持ってます。レコードと CD 持ってるのか、このトリオもはいこちらね、はいこのトリオも、100円をどう決めたのかも気になりますとかいうこと。これあれだね、バイケンとデミさんとやった、これはどんな感じでこの3人でのプロジェクト始まったの？もともといやいっぺんみんなでご飯食べに行って、ですごい盛り上がって、でそっからなんかちょくちょく連絡取るようになって、デミさんがそれこそなんだったかな、スペースシャワー TV でニューヨークに来るっていうので、その時に来るんだけど、なんかいろいろ手配してもらったりついでにイベントやろうよっていう話になって、その時にそれぜひぜひってなって、そっから乗っかってからそれから3人で曲作り出して、でバイケンとデミさんはどっちが先なの？つながったの？いや2人同時に会ったんですよ。2人同時だったんだ。2人同時に会ってもうデミさんはもう僕のアイドル、超アイドルでしたからねやっぱりブッダブランドが好きすぎて、ニューヨークに行ったぐらいだからそうなんですよ。いやもうデミさんは一生デミさんだから、安定でございます。ダブルヒデミですよねあれだね、あとでもこれさリミックスがまたすごかったじゃん。マリンとかアギーとかね、ワイザーとかマリア CQ いろいろ入ってますけど、このメンツはどうやとか、あとモーメントも入ってる曲あるのか、この辺のなんかメンツ選びはどうしたのってのはこの学ぶからの質問なんだけど。いやもうファミリーですからね、基本ファミリーでやっぱり、もう偶然ですかね。これみんな向こうで撮ってんの？いや日本、バラバラっすね。バラバラ、ほう
そうなんですよ、まあ偶然っちゃ偶然ですね、これができたのは。まあでもそうかもしれないね。そうですね。確かにこのバランス的に絶妙なバランスだよねこれね。ジブさんの手伝いもありましたからね。いえいろんなこと言ってしまったらまずいのかいいのか。全然全く問題ない。あとはですね、他にみつる今会社にいるの忘れて乗り始めるところでした。Yes sir, come on. 陽平、お二人の好きな日本のカルチャーとか聞きたいですだって。What kind of culture do you like about Japan? Which part? Like, I like the food. Okay, yes. The food is amazing. Yep. I like the anime. I like the fashion, the art, architecture. Yep. I like the skating community too. Like it's a different you style. skate too? Yes. Okay. It's a different style. Like the skaters from Japan they have a specific distinctness about them. You can always tell. You know, yeah. Because like every I want to say every country like has their own style when it comes to skating. Like New York has its own style. Like America got its own style. Europe like Spain has its own style. But Japan is the skaters that come out of Japan are very technical and very creative with their tricks and with their videos and their style. Wow. So, yeah. まあね、でも飯から始まってアニメも好きだしってで、あとはまあそのなんだろうな、まあ建物が好きだったりとかいろいろあるけど、やっぱりスケートはね自分でもスケートするんでね、だから日本のスケーターはやっぱりすごくまあどこの国でもみんなスタイルがその国ならではのスタイルがあるらしいんだけれども、日本にももろあって、でなんかこうみんなすごくこうクリエイティブな技をすごいやるっていうのが印象らしいでございます。オーメンはどんな感じ？日本の一番向こうでミスするもの。いや銭湯でしょ。銭湯とメッシですよ。そうメッシめちゃくちゃうまいっすよ。いや本当そうなんだよね。ほんまに日本のメッシュが世界で一番うまいっすよ。いや本当その通りだよね。何料理食ってもうまいもんね。もう全然うまいっすよ。一個贅沢を言うんだったらば、こう飯の種類がなんとか食なんとか料理かんとか料理の種類がちょっとだけ狭いかもね、アメリカと比べたら。例えばさ、なんだろうな、じゃあジャメイカンレストランみたいなの行こうと思ってもそんなにいっぱいないとか、確かにそうですね。例えばじゃあタコス食おうと思ってもそんなにクソいっぱいないとか、なんかそういうのはちょっとあるよね。あとはなんだろうな、ガンボとかああいうのもないし、だからまあそういうのはちょっとあるんだけど、いわゆる日本食とか中華とかイタリアンとか何食ってもうまいもんね。いろんなもんありますよやっぱり。まあ本当そうだね。すごいっすよやっぱり日本人の舌じゃないですけど、やっぱり海と山がやっぱり近いっていうので、そういうので育まれたんでしょうけど。あとさ、実際どうさ、深夜のさ、深夜いろいろ便利じゃない日本って。確かにね、コンビニね。そう。Japan safe though, right? Yeah. Really safe, right? Yeah, for the most part. Yeah. Those delis and convenience store, they're open 24 hours, 7 days a week, right? Yep. Yeah. And you go there, you get like decent food in the convenience food. store. That's the first thing I said. The food. I love the food out here. Yeah. みんなね、ご飯とか好きらしいでございますけどもね。やべえ、もうどんどん時間がなくなりました。ということで皆さん引き続きハッシュタグ WREP をつけて X でポストお願いいたします。ということで、続いてこちらのコーナー行ってみましょう。